ご視聴ありがとうございます。今回は謎すぎる高架化工事に迫ります。田んぼの隣で進む事業が持つ都市のポテンシャルを大きく上げる役割と先日行われた工事の全貌を全部まとめて解説します。建設予定のあの路線とのつながりとは一体何なのでしょうか。ここは近畿奈良県の主要駅、奈良駅です。奈良駅には近鉄と JR の駅があり、私がいるのは JR の駅です。この駅には関西本線と桜井線が乗り入れるほか、奈良線の列車も関西本線を通じて乗り入れます。これらはいずれも正式名称で、奈良線以外にはそれぞれ愛称があります。奈良公園などの観光地へは近鉄の方が近く、JR はちょっと不便な面もありますが、駅は2010年3月に完全高架化され、見違えるように綺麗になりました。東口のそばには先代の2代目駅舎が保存され、歴史が伺えます。ここから大和路線の大和路快速、天王寺方面行き列車に乗ります。日中は1時間あたり4本運行されており、うち2本が当駅始発、2本が3駅手前の鴨駅始発です。4駅先の王子駅までは日中は普通列車がないため、そこまでは各駅に止まり、普通列車の代わりになっています。奈良駅を出て桜井線が早速左に離れていき、大和路線だけになります。上下線の間にあるのは、奈良駅が始発終着の列車のための折り返し線です。大和路線は奈良駅を出た後の右カーブで向きを変え、南西へ進みます。奈良駅付近の高架橋は1キロ足らずで終わり、地上を走るようになります。そして進行方向左側には、上下線から離れた場所に線路が現れます。1本だけでなく、その先でもう1本加わります。この線路は延々と続いており、架線も張られています。これは高架化工事などの際によく見られる仮線と呼ばれるものです。線路を一旦この仮線に移し、元の線路があった場所に高架橋を作ります。次の郡山駅までの距離は実に 4.8 キロ。大和路線内では木津駅と鴨駅の間 6.0 キロに次ぐものです。なお、この次に長いのは郡山駅から大和小泉駅までの間 3.8 キロで、この区間がかなり長い部類なのがわかります。そして郡山駅の2キロほど手前で仮線は途切れてしまいます。終端部では上下線とをつなぐためなのか、線路が曲がっています。奈良駅と郡山駅の間の 4.8 キロのうち、およそ2キロ弱の区間では、現在高架化工事が進んでいます。2021年6月に工事に着手し、仮線への切り替えが迫っています。この工事の流れがこちら、ステップ1と2の間です。この種の高架化工事では、土地を節約するため、仮線は1本ずつ設けるのが一般的です。例えば、西武新宿線の東村山駅付近の高架化工事では、まず上り線を仮線に移し、続いて下り線を仮線に移します。そして下り線の高架橋を建設して高架化し、続いて上り線の高架橋を建設して上り線も高架化工事は完了です。この方式の場合、上下線を一度に切り替えられないため、工期が比較的長いです。一方、大和路線の工事では、上下線を一度に仮線に切り替え、高架橋を一度に建設し、線路を一度に移します。これは沿線に畑などが広がる区間が多く、用地取得にそれほど苦労しなかったのが理由のようです。南寄りでは特に畑が目立つこの区間、高架化によって4カ所の踏切がなくなります。大和路線の朝7時台の天王寺方面行きは18本ありますが、これらの踏切は都市部でよく問題になる開かずの踏切とは違います。これらの踏切は対策が必要な踏切の指定は受けていません。大和路線の中でも大阪寄りの区間では対策が必要とされる踏切が複数あるのとは対照的に、工事区間にはそうした踏切がありません。一番大きい八条踏切も車道と歩道が明確に区別されておらず、安全面の懸念がありますが、これ自体は高架化の理由としては弱いものです。この高架化工事の目的は別のところにあります。この事業区間の南寄り、奈良駅と郡山駅の中間あたりでは、新駅の建設が予定されています。駅名は決まっておらず、JR 新駅、奈良新駅などと呼ばれています。
そしてここに駅を作るのは、道路計画との兼ね合いもあります。この周辺では、新しい自動車道の工事が進んでいます。これは京奈和自動車道といい、京都府京都市を起点に、奈良県を北から西に抜けて和歌山県和歌山市に至る、全体では長さおよそ120キロの道路です。これらの県は隣り合っていますが、その地理的特性上、それぞれの行き来が割と不便でした。京奈和自動車道が整備されれば、既存の国道だと270分かかっていた所要時間が100分ほどに短縮できます。奈良県内と京都府内で一部の建設を残している状況で、そのうち奈良県内には 12.4 キロに及ぶ未整備区間があります。そのうち、奈良インターチェンジから北はトンネル、南は高架橋で建設されることが決まり、南側の区間は2019年に着工しています。現在、奈良市街地の道路は一部に交通が集中しやすい状態で、特に朝夕の渋滞が深刻です。大和路線のうち、京奈和自動車道の奈良インターチェンジ付近を高架にし、中心市街地へのアクセス道路を新たに整備。渋滞緩和を図ります。また、インターチェンジと新駅を軸にした街づくりも計画されており、広い土地を生かした開発構想があります。大和路線の駅ナンバリングでは、奈良駅が JR936、隣の郡山駅が JR934。新駅開業を見越して、35が欠番になっています。観光地として名高い奈良だけに、自動車道の整備によって周辺からのアクセスが良くなり、さらに渋滞緩和を通じて観光客の受け入れ余力が高まれば、観光地としての魅力アップにつながります。一連の事業は、当初は2024年度に完了する予定でしたが、今の時点では28年度に完了する予定になっています。ここから先、工事が進む現地の様子と、この事業の大きな意味を解説します。というわけで、奈良駅から1キロほど、大和路線の高架橋が地上に降りるあたりにやってきました。側道の脇には、新駅の PR を含む案内看板が、イメージ写真には新たに整備される道路も映っています。京奈和自動車道との交差部分には、橋桁の間隔を長くできるタイプの橋があります。写真の左手前のスペースは再開発エリアらしく、今は何もないです。側道は高架橋をくぐり、反対側に抜けていきます。ここから、高架橋の隣の道路は生活道路の色彩が強いものに変わります。この奥で高架橋は高さを下げ、横には工事現場への入り口があります。黒いシートで覆われた標識が、今後の工事に伴うものでしょうか。この辺りが仮線への切り替え地点で、高架橋の左側に仮設の側壁がつき、架線中も他とは違います。高架化工事が完了した際、この辺りの高架橋は高さの低いまま残るのでしょうか。線路の横の広い土地では、調整地の建設工事が進行中です。奥の仮囲いに近づける道がないので、回り込んで踏切に向かいます。ここが工事区間にある4カ所の踏切で最初の1カ所、大安寺踏切。線路がほとんど地上に降りた場所にあります。自動車は通れるものの、1台分程度の幅しかなく、すれ違いはできないです。歩行者や自転車とのすれ違いも危なそうな感じです。周辺の道路も狭いため、大型車も通れないなど、交通のネックになりがちな踏切です。そしてここ、2本の仮線にかかるところはレールの間がアスファルトで固められており、普通の踏切とは違います。下り寄りでは線路が途切れ、段差ができています。その横の看板には踏切の修繕という文字がありますが、仮線の切り替えに合わせて踏切の場所が変わるのです。新しい踏切は今の踏切の下り寄りにでき、仮線のところには真新しい踏切の部材が整備されています。既存の線路は、線路の切り替えに合わせてアスファルトで固めるようです。線路の反対側からのカットがこちら。踏切の手前で道路がぐぐっと曲がります。ちなみに近くの看板にはこんなイラストが。今はなき、中央快速線の201系です。その次の南大安寺踏切がこちら。こちらは仮線への切り替えの前後で道路を付け替えないため、先ほどの大安寺踏切とは違い、仮線にかかる部分がアスファルトで固められてはいないです。ただし、ここは普通の乗用車は通れないので、仕上げは簡素なものです。踏切の場所が移動しないこともあり、
新しい警報機類が古いものと並んでいます。踏切を渡り切った場所では、線路脇に空き地が目立ちます。南側から来た道路が線路をくぐって曲がり、線路に並行するようになる場所です。道路の建設に合わせ、左に移っている川はさらに左に移設されます。道路を回り込み、4カ所の踏切で最も大きい8条踏切へと向かいます。その手前では、大通りから南に分かれ、田んぼをぶち抜く道があります。以前はもっと線路に近いところで分かれていたのですが、仮占用地を確保するため、さらに手前に移動。田んぼの真ん中をぶち抜いた道路の出来上がりです。この大通りは片側1車線ではあるものの、歩道と車道の間にはガードレールや縁石がなく、結構危ないです。交通量が多い割に設備が貧弱なため、線路の切り替えなどと並行して拡幅される予定です。この踏切は、線路の切り替えの前後で場所はそのままです。レールの周りの部材もかなりしっかりしています。なお、この踏切のすぐ横には小さな水路をまたぐ鉄橋がありますが、仮線では水路がトンネルになっており、鉄橋はありません。保守管理が楽になるほか、騒音が減り、乗り心地も幾分良くなります。ここまでは線路脇に住宅などがありましたが、ここから先は田んぼや畑が続きます。線路脇に道路がないため、先ほどの回路を進みます。道路と線路の間にはガランとした空間が広がり、コンクリートブロックのようなものが並びます。仮設の道路だけあって、水路をまたぐ部分は簡素な作り。線路との間の土地には雨水が溜まっています。高架化工事が行われる場所は、線路脇に住宅などが並んだ都市部が大半なだけに、珍しい光景です。かつては道路脇に建物がいくつかあったのですが、工事の進捗に合わせて解体されました。そのため、道路の周りには植え込みの残骸が残っているほか、古い門扉のレールが残っているところもあり、古い道路がそのままの場所もあります。謎の土管が突き出しているところもあるなど、工事に伴う変化が実感できます。コンクリートの塊や、道路脇の壁の残骸も近いうちに片付けられることは間違いなく、変化はまだまだ続きます。再び道路を回り込み、4カ所の踏切で最後の場所、中八条踏切に到着です。この踏切もまた、線路の切り替えに伴って付け替えられる予定です。今の線路は道路より幾分高く、そのために踏切の前後にきつい坂があります。切り替え後の仮線は今の線路よりも高さが低く、線路の切り替えに合わせて踏切を付け替えることで、段差がなくなるようです。最初の大安寺踏切とは異なり、この踏切では仮線全体がアスファルトで覆われており、レールは全く見えません。普通サイズの車が通れないことが関係しているのでしょうか。そして、この先で仮線が今の線路と合流するところを改めて見ると、信号機や細かな標識、踏切の機器類の準備も済んでいます。次の踏切からこちら側を見ると、上り線の横には序盤で見たのと似たような標識が、レールの間の白い袋は、砂利を動かしやすいようにあらかじめ袋詰めしたもので、左右には新しい砂利の袋が積み上がっています。また、架線もしっかり張られており、線路の切り替えに向けた準備はほぼ完了しています。そう、実はこの動画を撮った翌日、上下線を仮線に切り替える工事が行われたのです。この工事は終電から始発の間では施工しきれず、4月13日土曜日の夜8時45分から終電まで、複数の区間で運休になっています。深夜0時までは王子から奈良までが運休になり、バス代行と振り替え輸送、両側で折り返し運転が行われます。工事区間を直通する最後の列車は、下りが天王寺20時17分発の大和路快速鴨行き、上りが奈良20時30分発の区間快速天王寺行きです。深夜0時以降は、運休区間が王子から鴨までに広がります。振り替え輸送の対象は、大阪と奈良の間で競合する近鉄奈良線だけでなく、大阪線や南大阪線など、大阪南部や奈良県を走る各線が対象です。近鉄への振り替え輸送は23時30分で終了し、それ以降は王子から奈良までのバス代行のみになります。列車の運行を一部止めて行う大規模な工事ですが、トラブルもなく無事に完了し、4月14日から仮線での運行が始まっています。というわけで、夜8時頃の天王寺駅にやってきました。
校内アナウンスでも今日夜の工事に触れる放送が流されています。改札を入って正面にはこのような看板が。先ほどの告知と同じものです。また、右上のモニターにもホームの案内や特急列車の宣伝に混じって工事の告知が流れていました。20時17分発の奈良方面鴨行きが工事区間を直通する最後の列車で、それ以降は全て王子行きです。20時17分発の大和路快速が到着です。通常列車はダイヤ通りに発車し、この列車も通常と同じ時刻の発車です。直前で乗り込む乗客のせいで大きく遅れることもなく、ほぼ定刻で発車です。王子行きの大和路快速が、やはり今回の工事最大の目玉です。なお、これ自体は平日や土休日の朝に運行されており、工事期間限定列車ではありません。とはいえ、王子行きの大和路快速が発車案内表示器で並ぶ光景は珍しいものです。渋いサウンドを響かせる201系に乗りたいところですが、次の大和路快速まで待ちます。次の大和路快速王子行きに乗って天王寺駅を後にします。発車前には駅員がホームを歩き、乗車率を確認していました。私が乗っていた車両は最後の直通列車と混雑度はそれほど変わらないようです。最初の停車駅である久宝寺で一方前の普通列車と乗り換えができます。普段の大和路快速は久宝寺、王子、そして王子から先の各駅に止まりますが、この日は2駅目の王子が終点です。まもなく王子に到着です。駅の手前で速度がかなり下がり、車体が揺れます。大和路線が発着する線路が3本あり、下り線が1番乗り場、上り線が2番乗り場と3番乗り場です。この列車は1番乗り場ではなく、2番乗り場に到着します。隣に止まっているのは、先についていた折り返しの JR 難波行きです。列車が運行される区間では、上り列車も基本的に通常と同じ時刻になるよう配慮されています。上り列車はこのホームを発車しているようですが、1番乗り場が閉鎖されているわけではありません。接続する近鉄生駒線への乗り換えに便利な改札が1番乗り場にあるからです。また、2番乗り場と3番乗り場が列車で埋まっていることもあるため、当駅終着の列車が1番乗り場に来ることもあります。土休日の夜の大和路快速が王子で折り返すことはないため、運行形態は変則的です。改札口には駅員が配置され、乗客への案内に当たります。代行バスの所要時間は片道1時間10分。大和路快速なら15分なので、実に 4.7 倍の時間がかかります。王子、大和小泉、郡山、奈良の各駅では駅前ロータリーを発着しますが、法隆寺駅だけはロータリーに入らず、少し離れたところを発着します。代行バスは大和路快速の代わりなので、運行頻度はおおむね15分に1本、時間が遅くなれば減ります。大和路快速が王子に着いてから10分後に発車するのが基本です。普通列車との接続には時間がかかるものもありますが、それはやむを得ないところです。なお、近鉄生駒線を利用すると、生駒駅で奈良線に乗り換えることで、近鉄奈良駅に行けます。接続が良ければ所要時間は40分余りで、代行バスより早いです。改札を出て左に進みます。数分歩くものの、要所要所に係員がいて、迷うことはありません。バスの横では、乗車人数のカウントや、目的地の確認などが行われていました。車両は観光バスタイプです。片道1時間10分かかるだけに、多くの乗客が座れる車両が動員されています。バスは2台1組のようで、100人ほどなら補助席なしで乗せられます。さっきの便は1台目に全員乗せていましたが、次からは目的地によって大まかに車両を分けていました。座席はこんな感じ。普通の観光バスの車両ですが、リクライニングできる座席は快適です。場所は変わり、奈良駅の様子がこちら。時刻はすでに夜10時半を過ぎているため、上り方面のバスに乗る人は少ないです。改札の様子がこちら。外国人観光客も多いだけに運休を知らなかった人もいるようで、係員が案内をしています。近鉄線の駅はそこそこ離れているものの、両駅を結ぶバスが普段から運行されているため、それほど不便ではありません。
大型バスを何台も出している上、近鉄奈良線という強力な迂回ルートもあるため、目立った混雑などは見当たりません。そして運休区間では、線路切り替え工事が絶賛進行中です。照明が大量に用意され、大勢の作業員と重機が動きます。大安寺踏切のあたりには近づけず、あのあたりの作業の様子はよくわかりませんでしたが、郡山駅寄りの踏切からは、仮線と今の線路が分かれるところがバッチリ観察できます。すでに線路の付け替えは済んでおり、砂利を固めたりする作業が進んでいます。重機も活躍するものの、やっぱり人海戦術です。これらの工事は予定通り終了し、上下線とも翌朝から仮線での走行になっています。線路の切り替え地点の手前にあったのは徐行信号機で、速度が時速80キロに制限されています。この後、元の線路があった場所に高架線を建設するのと並行し、道路などの整備も進められることになります。そして途中にできる新駅構想は、あのリニア計画にも影響をもたらします。リニア中央新幹線のうち、名古屋から大阪までの計画では、奈良県内にも駅ができることが決まっています。その候補が3つ。奈良山駅、奈良新駅、そして大和路線と近鉄橿原線の交差部分です。かつては生駒市も名乗りを上げており、候補が絞られてきています。ただし、隣の三重県が亀山駅周辺への絞り込みを済ませているのに比べ、奈良県はまだ範囲が大まかです。これは、奈良新駅と奈良山駅が奈良市にある一方、第3案が大和郡山市にあり、両市の綱引きが続いているのも要因です。奈良県内への新駅誘致ではもちろん一致しているものの、両市の溝は簡単には埋まりそうにないです。リニアを直線的なルートにすることを考えれば、奈良山駅がベスト。建設に向けたハードルもそれほど高くないですが、利便性がやや劣るのは否めないです。また、第3案では在来線の新駅設置がほぼ必須。JR と近鉄両方が新駅を作るのが望ましいですが、関係者が増えるので調整は難航しそうです。第2案についても、奈良県内の在来線で圧倒的な存在感を誇る近鉄との接続が悪化するのが懸念材料です。なお、奈良駅付近に新駅を作れば交通拠点が1カ所にまとまりますが、それは難しそうです。駅の東側は世界遺産が並び、地下にも重要な遺構が残っている可能性があるからです。想定しきれないリスク要因が多く、3つの案に含まれていないです。鉄道に道路、そしてリニアまで巻き込みそうな新駅構想、まだまだ目が離せないです。ご視聴ありがとうございました。